いつものドラッグストアで私は足を止めました。45リットルのゴミ袋が棚から一つもないんです。値上げで高い、じゃない。1枚も、ない。隣のラップも、保存袋も、空っぽ。値札だけが残った棚を見て、つぶやきました。またこれ。なぜ、こういう品薄は何度も繰り返すんでしょう。3月の、ある金曜の夜、横浜の郊外のマンションでレシートを財布にしまいながら考えていました。空っぽだったのは、ゴミ袋だけじゃない。お惣菜の食品トレイも、卵のパックも、シャンプーの容器も、軒並み消えていた。消えたものを並べると、共通点が一つ。全部、プラスチックなんです。台所も、洗面所も、樹脂のものばかりが揃って消えていく。どうして、こんなに一斉に。その時は、まだわかりませんでした。ただ、胸の奥に小さな引っかかりが残りました。その答えは、次の日仕事場でつながり始めます。次の日、週末出勤で発注の画面を開いていました。そこへ、仕入れ先からの電話。いつも穏やかな営業の佐藤さんが珍しく言葉を選びます。中村さん、樹脂原料の納期、伸びます。原料のナフサが今かなり逼迫していて。ナフサ、原油から作るプラスチックの大元です。ここで、ハッとしました。ゴミ袋も、ラップも、洗剤の容器も、元をたどれば、みんなこのナフサから生まれている。一本の原料がつまずくと、枝葉が一斉に枯れる。昨日の空っぽの棚と、目の前の納期表が一本につながった。家でため息をついていた私と、発注画面の前の私が初めてかまなりました。そのナフサ、買ってくる先の4分の3が中東です。そしてこの春、2月の終わり、ホルムズ海峡。中東から船で来るはずのナフサが、海峡が止まって入ってこなくなった。佐藤さんは最後に低い声で付け加えました。正直いつ戻るか、うちにも読めないんです。読めないという言葉が耳に残りました。その夜私は寝つけませんでした。納期表の数字がまぶたの裏に残っていたからです。そして、嫌な既視感。これ、前にもあった半導体です。数年前、車に使う半導体が足りなくなって、新車が半年待ち、車種によっては1年以上待ち、とニュースを埋めました。コロナ明けの需要の急回復、工場の火事、海外のロックダウン。3つが重なって、現場は本当に振り回された。いつ入るんですかと聞かれても答えがない。それが2年近く続いたんです。きっかけは毎回違うのに、起きることは毎回そっくり同じ。納期が読めない。棚が空っぽになる。値段が上がる。天井を見ながらため息をつきました。あれだけ振り回されたのに、今また全く同じ形で樹脂が棚から消えていく。結局私たちは何一つ備えられていなかった。仕事でも、家でも、眠れないまま一つの問いにたどり着きました。どうして毎回痛い目に遭うのに、誰も備えないんだろう。調べるうちにゾッとする事実にぶつかりました。あのナフサ、国内の蓄えはたった20日分ほど。同じ原油から出る燃料の方は国が200日分を超えて守っている。燃料は200日、その先の樹脂の原料は20日。この差は何なんだろう。もっと驚いたのはその先でした。ナフサにも昔はちゃんと備える義務があったんです。それを平成の初めに自分たちで外した。在庫が国際競争で重荷になるというのが理由でした。備える制度がなかったんじゃない。あったのに手放していたんです。考えてみれば当たり前かもしれません。在庫を持つのは
お金を寝かせるのと同じ。平時は無駄だと削られ、持たない人ほど普段は得をする。だから、みんなが効率性を重視するほど、備えない方を選んでしまう。国全体が給料日前の財布みたいに20日分しか持たずに回していたんです。そこへ、ホルムズ海峡が止まった。タンカーが入ってこない。あるのは20日分だけ。だから工場は作る量を絞るしかない。エチレンの生産はほんの数週間で4割近く落ちました。一本の家系図が上から一斉に空になっていく。あの空っぽの棚はその末端だったんです。次の週末、私はまたあの棚の前に立っていました。ゴミ袋はまだ戻っていません。でも、見え方が少し変わっていました。棚で見える品薄は実際に減った量よりいつも大げさに見えるんです。私たちが焦って買いすぎる。お店も多めに頼む。問屋はもっと頼む。工場へ届く頃にはちょっとの不足が何倍にも膨らんでいる。だから私たちが一斉に多めに買えばその波を自分で大きくする。消費者の私にできることは一つ。慌てて棚を空にしないこと。その代わり重要なものを分けて平時に少し多めに在庫する。それだけで波が来ても少し息ができる。そして月曜、仕事の私がやることも決まりました。いつもは聞き流す納期2日だけ伸びますという連絡。あの小さな遅れこそ一番早い合図でした。次はその兆しで動く。慌てる前に別の仕入れ先を一つ用意しておく。それだけでも去年とは違う。ゴミ袋を一つだけカゴに入れました。樹脂関係の製品の値上がりは年でならすと4人家族で2万円を超えるという記事をどこかで読みました。重い数字です。でも棚を恨まず仕組みを知ろうと決めました。需要が急に跳ねて蓄えは薄く、作る場所は遠い。その3つが揃うたび私たちの台所が揺れる。形を変えて何年かおきに必ずまた来る。備えはなかったんじゃない。重いからと手放しただけ。次に消えるのはプラスチックではないかもしれません。でも多分同じ形で来る。遠くの誰かの事情が一番身近な棚に化けて、ある朝私の手の中で空になる。その時、せめて最初の小さな兆しに気づいていたい。あなたの台所は次の波に何日分の備えがありますか？もし役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。